已经是 OP。哇，这色彩真的好鲜艳啊，我很喜欢。啊，哦，这舞蹈，哇、这个线条，哦，让我想到乒乓那个，哦，变成怪物，哦，哦，好喜欢。金貸してくれねえなら今日のデートはなし。でもいい加減やらしてくれるならいいぜ。大姐大，魚介類は悪口じゃねえから慰めろよ。初めての彼氏だったんだぞ。だから可やめとくって言っ愛。たじゃん。あれのどこが良かったわけ？顔がと啊，こっちみんな気持ち悪い。これもあるよ。中に磁石入れてみ。痛いっしょこれ。啊，好漂亮啊！何読んでんのそれ？え、だっせーな。クズしかいねえのか。怦然心动了吗？说他喜欢他。さっきのは忘れて。自分が言ってるのはこれです。大統領はすでに火星に行っていたペガサス計画の全容とは。啊，オカルト好きなんですね。ああ、うち UFO とか宇宙人とか信じてないから。 UFO じゃなくて UAP 未確認航空現象ですよ。你其实他根本也不 care 霸凌吧アメ？リカ軍は UAP の存在を正式に認め宇宙軍を再編成しました。日本も航空宇宙自衛隊を新設。どう考えても宇宙戦争に備えてますよ。哎呀，ネッシーの最新画像が好不容易找到，感觉上是同号吗？キングオーカー牧場とか。うるせえな。こっちは今失礼してそんな気分じゃねえんだよ。そのオタク特有の押し付けてくる感じは小さいから。Oh no！友達いねえんだよ。哦，気安く話しかけんな。はい。宇宙人は信じてないけど幽霊は信じてる派だから。
いや幽霊なんているわけないでしょ。还軽く舐めないで轻蔑。言っとくけど、うちのばあちゃん霊媒師。何？あんた除霊って見たことある？超やばいか这ら。 BGM 也有点让我想到乒乓的那个音乐监督。病気でも起きますから幽霊がいる証明にはなりませんよね。だったら宇宙人に UFO 乗せてもらったことあんのかよ。議論が飛躍しすぎですよ。バカなんですか？あれ？高倉健は諦めてオタク系にしたんだ。見て、あのなりふり構わない感じ。嫌いじゃないわ。だったら勝負しようぜ、こら！宅宅的春天。だったらあんたをうちのパシリにするからね。見せてやりましょう UFO いや UAP。もし見ることができたら綾瀬さんだってパシリになってもらいますからね。哦，不是真敢去这种地儿，我惧怕。怖すぎなんだけど。什么废弃医院、教室什么的。そこの泣き病院は UFO の聖地と呼ばれる場所です。心霊スポット。这有点像《灵能》里面的那个隧道。証明してやりましょうか。幽霊なんかいないってこと？はい、まさかビビってんじゃねえだろうな。ちなみにそこ絶対出るってネットで言う。带点盐。さっきからネットって綾瀬さんこそ幽霊。ばあちゃんのことすごい憎んだ。変なおまじないのせいで好きな子に嫌われたって。ひどいこと言った気がする、おばあちゃんに。そっから最近まで口聞かなかったし、おまじないもやめた。哇，でもね、好美啊！うちの家のことバカにされるとムカつくの。それで気づいた。好きな子に嫌われたのが嫌だったんじゃなくて、好きな子にばあちゃんをバカにされたことが嫌だったんだなって。但是自己却对奶奶说了不好的本当话。はおばあちゃんのことも霊媒師って仕事も特別感あって好きだった。啊，好可愛，好收養。一つで大事に育ててくれて、そんなばあちゃんをうちは信じてる。だからうちは幽霊を信じてる。そういうあんたはなんで宇宙人信じてんの？え？それは別にいいじゃないですか。何それ、なんもないの？好きなものに理由が必要なんですか？まあ確かに。っていうかオカルトくん、電話越しだとシャキシャキしゃべるね。え？そうですか。綾瀬さんはなんか話しやすいというか。おっぱい吸わせてやるからよ。もっとしゃぶらせろ。哇！我越跑越远。哇，这已经是灵异事件了。哇！但那感觉不像是幽灵，那感觉是外星生物吧。OP 里面都有。啊！こんにちは、女の人。
我々はセルポ星人、惑星セルポから来たのでそう名乗ってます。外星人。怖がらないで、我々は友好的な人たちです。友好的なやつは女の子を裸にしたりしねえんだよ。うちの服どこ？あなたの荷物はしっかりと管理してあります。ボロボロじゃねえかよ。弁償しろ。っていうか帰りたいんだけど。他们不会真的要被抓上去了吧？我々の死はオスしかいません。だからクローン技術によって個体を増やしてます。うちの話聞いてんの？虽长都一同じ個模一体だと样。生物的進化が起こらず、葛藤や喜怒哀楽が消滅してしまいました。啊！等一下，很执着。这跟那个老婆婆的眼睛是同一种吗？这不会就是男主说的什么催眠回溯？等一下，他们那个什么呀，取卵的机器吗？什么？哦，老婆婆，从手机里蹦出来。啊！这是他们的要害。他变成了啊！何者ですか？スマホを使って侵入してくるとは、あんな技術我々にもない。是共生了吗？变成？我去，这太恶了！只披了层人皮。と友好関係を結んでるんですから、バナナはください。あげますよ。自分のだったら何でも。ずっと宇宙人に会いたかったんだから。こちとら友達がいないから宇宙人なら友達になってくれるんじゃないかって小学生の頃から结果没想到他们要取他的香蕉。でも来なかった。いくら呼んでも自分のとこには現れてくれなかったんだ。人間には暇つぶしにいじめられて、宇宙人には気にも留められない。誰も自分の存在を認めてくれなかった。でも綾瀬さんはそんな自分をかばってくれたんですよ。だから彼女に触るな。彼女を傷つけるやつは許さない。彼女のためなら化け物になってなってやる。おお。はい。綾瀬さん、やっぱ無理っぽいです。ちょっと諦め早くない？あなたのような凶暴な人、友達にはなりません。それに我々は男の人より女の人の方が好きです。さあ、もう一度ムラムラしましょう。気を出して。やだそれ。毎日バカにされるんだよそれ。友達にさ。何言ってんだ。気を出していれば事故にも病気にもならん。悪いもんが近寄ってこれん。まずお腹の下に力を入れて。
頭の先から気をピーンと出すイメージ。就是气从这儿出来。もうやだ、二度とやんない。モモ、待ちなさい。ばあちゃんなんて大嫌い。エセ霊媒師。なんでこんな時に昔のこと。ごめんねおばあちゃん。あの時はただ恥ずかしかっただけだよ。お腹の下に力を入れて、頭の先から気を。哇！甚至空间都碎了。哦，这个表情。哦，又是这一题。哦，太帅了！哇，是在月球，整个都是一个幻境吗？哇，他们已经被吸上去了，等于说是。哇，女主这么强，她就是要附在别人身上的那种。啊，还在跑，就是因为那个老婆婆在跑吗？哇，这音乐。他们肯定得要再去找那老婆婆了。自分も幽霊信じます。呪われましたから。で、どうするこれから。どうしましょうか。あんたは超能力で呪いを抑えておかないと暴走するし。すいません。うちは制服も財布もスマホも全部なくした。どうしたらこの呪い解けるんですかね。そんなのターボババアぶっ倒すしかないっしょ。呪いの元なんだし。なるほど。じゃあ自分ちょっと行ってきます。今から？綾瀬さんは自分の服着て帰ってください。ちょっと、うちがいなきゃ暴走するよ。こんなことになったのも全部自分のせいなんで、これ以上綾瀬さんを巻き込めないです。どうにか根性でトンネルまで行きますから、その後はどうにかします。なんで一緒に来てって言えないの？さっきの経験しちゃったらほっとけないじゃん。さっきだってうちいなかったらあんた死んでたよ。いいんですか？自分なんかに協力しても。そういうのめんどくさい。哦。啊哈哈！哦，是一场爆炸。
笑死。ED。哦，是真野中吗？啊，这戴耳机好可爱。好听，我好喜欢。第一集真的太好看了，制作水准也非常高。最开始 OP 我觉得就很炸裂，歌手应该也是唱就是《物理魔法使马修》的那个。但我就更喜欢这一首，尤其是它后面旋律的部分，配上女主变灵异的那种绿色，我觉得听着真的太带感了。整体我最喜欢的还是它这个作画的风格，我觉得它肯定是那种风格很统一的、很别具一格的那种作品。那个外星人像那奥特曼似的，还有就是男主在那奔跑的感觉，让我想到了乒乓的那个 OP， 它那个线条感觉有点昭和风吧。我觉得第一集也有把男主女主的这个人物都立起来，一下就已经对这两个人物非常感兴趣了。女主真的是又美又飒，然后又非常的善良，真的很温柔，我好喜欢。男主有搞怪的一面，但是他也确实是不想被霸凌的，也没有朋友，所以才会想要就是去呼唤外星人，想跟外星人做朋友。我觉得男主女主之间这个化学反应真的还是很妙的，感觉看起来他这个故事基调虽然是比较荒诞的那种感觉，其实内核应该还是走那种温柔路线的。男女主两人都有被其他人就是看不起嘲笑过，我觉得也正是因为女主有过这样的经历，所以她更看不惯就是男主当时被欺负被霸凌的那个场面。真的很能理解为什么男主当时会要拼尽全力保护女主。他们在 UFO 上面那一段真的太燃了，看到男主想要冲破他那个诅咒的这个决心，我觉得真的做的很有感染力。包括女主后面我觉得就像自己变成一个幽灵似的，她能有办法救出他们俩，包括就是她自己身上的这个灵异的能力，我觉得可能也多亏了她的奶奶吧。我也很期待她跟奶奶靠后续的故事。我觉得第一集看起来观感特别好的还有一个地方在于，就是它虽然就节奏感觉非常的快，但是它其实有一些情绪的变化还是捕捉到了，并不会觉得很有就是间隙感，然后有一些日常的部分，然后严肃的部分，既有他一些比较张扬的这些情绪的外放，也有一些比较内敛的就是角色们情绪低下的这些部分。这集看起来就并没有觉得这些情绪衔接的会很怪，尤其是在女主身上体现，就是她虽然感觉咋呼呼的，然后呢迈着六亲不认的步伐，看上去好像还有点猛，但是她又如此的热心肠，甚至就是把那个书捡回去给那个男主的时候还要擦两下。我真的很喜欢两位主角细腻的内心吧。还有一个我很喜欢的地方就是它整个制作里就画面和这个色彩场景的变化。说最开始高速婆婆在隧道那一段真的太有那种竞速的感觉了，还有一种 3D 环绕追捕的感觉，它很像那种游戏里赛车可以绕到这个隧道上面那种。不管是高速婆婆她整个的眼睛的设定，隧道变成红色，还有就是她那个血的脚印，都是这种很出这种红艳的这种颜色。而就是女主这边呢，她在这个医院里都是呈现那种很诡异的，就充满阴气的这种蓝色。就是这充满红色的高速婆婆，也就是现在变成男主，这样从顺这个电话线就来到了他们的这个场景，这一段真的很酷。
还有2个就是前后呼应的地方我很喜欢，一个就是女主她用最开始踢渣男的那一脚踢向这个外星人，整个这个张力简直拉满了，看得很爽。还有一个就是女主她最开始就是捡起那个书给男主的时候，这样慢慢走向男主的这一幕，也在最后就是女主拿着男主的衣服想慢慢走进男主一样，其实就是女主她在一步一步靠近男主这个枯燥的没有朋友的这个世界，进入到男主的这个结界中。最后随之而来的就是身后这个飞船的爆炸，然后配合上这个少女心的这个悸动，我真的觉得就配合的太好了。它这个动画的表现力简直太强了，包括这个音乐我也去看了一眼，果然是牛尾，我真的太喜欢他的这个音乐制作了，也是那非常非常契合当当当，我就看的时候我就根本就忍不住的跟着摇。非常期待他们后续的这个故事发展的，包括 OP 里应该还有一些其他的角色，也挺期待他们的出现的。那这一期视频就结束了，我们下期见，拜拜。